自己紹介をお願いします。こんにちは、ドアディバワニと申します。ネパール人です。ネパールから2007年に日本に来日して、その以来ずっと日本に住んでいます。今はセンティアとミヤで相談員として働いています。今まで国際交流の団体との関係を持っていますよね。はい、そうです。で、それについてちょっと話聞かせても大丈夫ですか？はい、私は今はセンティアとミヤで相談員として働いてますね。あとは、通訳、コミュニティ通訳にも登録してますね。あとは外国人災害時言語ボランティアという、例えば今仙台には外国人の方が多くなっているので、災害の時は何かあった場合は言葉で困らないように私たちもなんか できれば手伝えようかなと思って登録しています。受けてもらったので、今度こそ私からも何かできればかなと思ってやっています。そう、さっき言った通り通訳とかやってるので、その時はなんか国の文化の違いでいろいろな困ってる人には日本はこういう国だよみたいな感じで説明して、通訳をした時の人も納得して、ああそういう感じみたいな感じすると、ああよかったな。あとは子どもの教育のためにもネパールは今までやってきたことが日本にはそれはやるのはダメだよみたいな感じを分からないと困ってる人がいるんですね。そういう人のためにも何か私分かっている情報とか伝える時はなんかあそうだったんだみたいな感じの顔を見るとあよかったなと思いますね。どうやって日本で生活になれましたか？そうですね、最初日本に来た時は全然日本語は話せなかったんですね。その時は買い物行く時もすごい困ってて、特に学校で子供ちっちゃい時に来たので、学校で結構困ったことが結構ありまして、あとは学校からいろんなものは届くんですね。資料とかわからなくてどうしてればいいみたいな結構困ったとこもあって、あとは子どものママ友にもなんか協力しながらいろんな徐々に日本語も覚え始めて、今は少し楽になったと思います。日本語も最初来た時は知り合いの方がなんか日本語を勉強したいなら勉強する場所あるよみたいな情報が聞いて、仙台中央市民センターにアイカースが運営してる日本語講座あって、そこになんか毎日帰ってましたね。月曜日から金曜日まで最初はそこから勉強はそこにしました。今も行ってます。あ、そうなんですね。今は漢字勉強するために週1回行ってます。あとは少し本でも読むのは漢字が大事だなと思ってから今通い始めましたね。バガニさんが来日したばかりの時は、はい、どのような支援とかありましたか？私たちは来日した時は通訳とかもう全然なかったですね。でもその時もセンティアとかミヤにはなんか支援する場所はあったんですけど、でも通訳をするところはなかったんですね。その時は子供も小学校にいて、私たちも子供は学校で勉強している様子とかも全然先生と話すこともできなかったし、あとはどうやって勉強している子供の成長もどうでしたみたいな先生のコミュニケーションも全くなかっ
たんですね、その時は。少し英語あんまり話せなかったんですけど、少し英語を通じて、その時は先生方もあんまり英語ができない。その時もそういうんですね、ママ友とかいろいろなやり方やって、あとはその時もなんか学校とかはいろんな種類のなんか紙とかもらうんですね。その時なんかセンティアに来てわからない紙とかをなんか手続きするのも手伝った気がするね、少しは。でも通訳とかはなかった時代でしたね。今はすごい通訳とかいろんな支援あるんですね。でもまだわからない外国人が結構いますね。そういう支援もあること自体もわからない外国人が結構多いと思いますね。でも前より今はすごい変わってる。例えば当時は私たち来た時は一番困ったのはゴミ出し、どうやって出せばいいみたいな、どこに出せばいいみたいな全然知らなかったんですね。あとは粗大ゴミ出すのもどうやって出せばいい、何曜日出せば、それは全然わからなかったんですね。その時も少し情報を提供して区役所に行って電話でしたりもしましたね、その時は。あとはセンティアミアに私たちもなんかセンティアミアのことも知って通い始めて、後からは少し情報提供するようになりましたね。今後外国人住民のためにしてほしい支援がありますか？私たちからそうですね、さっきも言ったけど、なんか今はいろんな活動をやってる団体さんがいますね。でも知らない外国人が多いですね。自分のためにやってることを団体さんがいるみたいな。例えばさっき言ったゴミ出しもなんかわからないって困っている外国人も多い。だから私たちもその人のためにはどうやって情報提供するで、どうやってすればいいかな、その人たち、困っている人たちのために何かできれば。例えば今外国から自分の国からもネパールからも結構子供学校行く子供たちは児童たちも来てるので、そういう人たちにもなんか困っていることは結構あるので、そういうためにも私たち今までやってくれた、あとは経験したことは少しでも情報あげたらいいなと思ってるんですね。日本で他にやりたい仕事や目標とかありますか？そうですね、そういう通訳は結構私もなんかやってもすごいいいことかなと思ってるので、今後も通訳のことでなんかできることやりたいな。これから来日を考える人にアドバイスとかありますか？そうですね、これから来日、考える人たちには最初は日本に来る前には日本はどの国でとか、日本の人々はどういう感じのとか、最初に少しでも日本の情報はもらって、あとは日本に来てからは自分の国のないルールも結構あるので、日本に来て最初は日本のルールを勉強して守っていけたらいいなと思っています。どうもありがとうございました。